小川未明。何か楽しいことがないものかな。と、おじいさんは、つくねんと座って考え込んでいました。こう思っているのは、一人、おじいさんばかりでなかった。町の人々は思い思いにそんなことを考えていたのです。しかし、幸せというものは、不幸と同じように、いつ、誰の身の上へやってくるかわからない。ちょうど、それは風のように、足音も立てずに近づくものでした。また、誰もかつて、幸せの姿というものを、見たものはなかったでしょう。こうして、たくさんの人たちが、天でに自分の身の上に、幸せの来るのを待っていました。幸せは、今、どこを歩いているか知らん。そして誰のところへ、やってくるか知らん。こう考えると、全く不思議なものでした。そして、この幸せにも、大きな幸せと小さな幸せとあったことは、無論です。けれど、ダイヤモンドはいくら小さくても美しく光るように、それがたとえ小さな幸せであっても、その人の一日の生活をどんなに生き生きとさせたか知れません。おじいさんは何か楽しいことがあるのを待っていました。いつものごとく、火鉢に当たって考え込んでいました。すると、毎日のように、あちらの町の方から起こってくるいろいろな音色が、ちょうど、懐かしい、遠くの音楽を聴くように、おじいさんの耳に達してきたのでした。おじいさんは、黙って、じっとして、その音に耳を傾けていました。すると、このいろいろの音色の中から、一つ離れて、細く澄んだ音が、おじいさんの魂を引きつけるように、呼びかけているのが聞こえたのです。それは、笛の音に似ていました。あれは何の音だろう、と、おじいさんは思いました。おじいさんは、その音を聞いているうちに、だんだん気持ちが爽やかになってきました。そして、家にばかりいたのでは、気が塞いで仕方がない。町へ出て、歩いてみようという考えが起こったのです。寒いけれど、降りもしまいな。と言って、おじいさんは、杖をついて、とぼとぼと外へ出かけました。いつ歩いてみても、街はにぎやかです。しかし、風が寒いので、通る人々は、道を急いでいました。おじいさんは、右を見たり、左を見たりしてきますと、四つ辻の角のところで、福寿草を道に並べて売っていました。ああ、これは、いいものが目に入った。と言って、おじいさんは立ち止まり、一パチ買って、喜んで家へ帰りました。おじいさんは、それに水をやり、日当たりのいいところへ出してやりました。つぼみは日に増し大きくなった。おじいさんは、花の咲くのを楽しんだのであります。また、同じ町に住んで、このようにじっと座って、幸せを願った者は
おじいさんばかりでありません。哀れな母親がありました。その日の昼前のこと、子供が見えなくなったのです。八方を探したけれど、わからなかった。子供はまだ幼かったので、道を迷って、知らぬ間に、どこか遠方の方へ行ってしまったと見えます。お母さん、お母さん、と叫んで、どんなに悲しがっているであろうと思うと、母親は子供がいなくなってから夜も昼も案じ暮らしていたのでした。どうかして帰ってきてくれないものか、とひたすらに祈っていました。その日も彼女はぼんやりと家の中で子供のことを思いながら座っていました。すると遠くの遠くから町の物音が聞こえてきました。彼女は聞くともなく、その音に耳を澄まして聞いていると、たくさんの人たちが渦巻いている光景が目に映ったのでした。すると、たちまち、一つ小さな、細い、寂しい音が別に耳に聞かれたのでした。それは、ちょうど、道に迷った自分の子供を思わせたのであります。本当にあんなように私の子供はみんなから離れて道に迷っているのだ。と母親は目にいっぱい涙をためて熱心にこの小さな一人離れて聞こえる音に耳を傾けていました。その小さな音はあてもなく広い道の上を漂っているのでした。しかし思いなしかだんだんその小さな音はこちらへ近づいてくるような気がされたのです。ああ、あの音が私のかわいい子供であってくれればいい、と、哀れな母親は思いました。彼女は、もはや、こうして、じっとして、家の中に座っていることができなかった。それで、戸口から外へ出ました。もう、日は暮れかかって、町には灯火がついていました。彼女は、あてもなく、にぎやかな通りの方へ歩いていった。この時、淡いもやのかかっているうちから、小さな黒い影が現れて、こちらへ近づいてきました。それは間違いもなく、今まで死に物狂いになって探していた、かわいい子供でありました。母親は駆け寄って、子供を抱き上げると、嬉しさのあまり、物を言うこともできなく、二人は抱き合って、しばらく泣いたのであります。この不思議な小さな音は、一体何でありましょうか。いつしか、この小さな音は、町の人たちにだんだんと気づかれるようになりました。この頃は、毎日、晩方になると、遠くで、いい音が聞こえますね。あれは何の音でしょうか。それは、どちらの方からですか。町の南の方からするときもあれば、また、夕焼けの下西の海の方からすることもあります。今度、私も聞いてみましょう。ある日のこと、一人の町人は、
その笛の音を頼りに歩いて行きました。町を離れ、野を越えて、その音はあちらから聞こえてきたのでした。まあ、なんという大変に遠いところから聞こえてくる音だろう。ついに海のほとりへ出ました。すると、あちらの崖の上で、少年が海を見渡しながら笛を吹いているのでした。まあ、なんという危なっかしいところへ、あの少年は乗って、笛を吹いているのだろう。そしてまた、なんという、澄んで遠くにまで響く笛の音だろう。町の人は驚いて、帰って、そのことを近所の人たちに話しました。みんなは、今度一緒に行って、その少年を見届けようと言いました。そして、再び笛の音が聞こえたときに、町の人々は、行ってみると、少年の姿はそこになかったが、その崖には、美しい緑色の草が一面に芽を出して、暖かな風が海を渡って吹いてきました。みんなは、初めて、あの笛は、春の使いが吹いたことを知ったのです。